こんにちは、きのっこです。今回の動画はダイソーで購入した便利お掃除グッズを実際に使いながらご紹介していきます。まずはお掃除スポンジ、クエン酸配合鱗取り。洗面台やお風呂の鏡用のお掃除グッズで、鏡の鱗状の水垢汚れをきれいにしてくれるスポンジです。お風呂掃除って浴槽は毎日洗うのですが、備え付けの鏡のお掃除は面倒でサボりがちな私。気づいたら白い鱗汚れがびっしり、そしてどんなに洗ってもこすっても取れないなんてことに。お風呂場の鏡の鱗汚れには本当に長年悩まされていて、今回は藁をもすがる思いでこの商品を手に取ったのでした。商品説明によると、人工ダイヤモンドの研磨剤がスポンジ表面に施されていて、しかも水垢汚れに効くクエン酸も配合されているとのこと。おまけに繰り返し使えて壁にピタッと貼れるテープ付きと至れり尽くせり。触るとザラザラしていて研磨力がかなりありそうです。そしてこちらが我が家の浴室に設置されている鏡。動画では映りにくかったので写真を撮ってみたところ、目を背けたくなるほどの白い鱗汚れがびっしり。ここまで放置したのは私ですが、これはひどい。早速スポンジで鏡を磨いていきます。磨く前と後がわかりやすいよう、鏡の半分だけ磨いてみます。スポンジで鏡をこすると、汚れのザラザラした感じがはっきりスポンジから伝わってきました。しばらくこすっていると、クエン酸の成分が溶け出して鏡が白くなります。ザラザラした感じがなくなるまでこすります。そして最後に水で流して乾かしてみた状態がこちら。パッと見汚れが全然落ちていないように見えますが、左右をよく比べてみると、スポンジでこすった方が若干鱗が取れているように見えます。1回だけでは頑固な鱗汚れは取りきれませんでしたが、でも何をしても取れなかった鱗汚れが少しでも取れたことは大きな一歩。何回か研磨を繰り返せば元の綺麗な状態に戻せそうな気がします。鱗汚れにはとりあえずこの商品を使っておけば間違いなさそうです。次のお掃除グッズはジェルクリーナー 80g 入り。ダイソーの PC 用品売り場に置かれていた商品で、パッケージ写真からもわかるようにキーボード用のお掃除グッズです。この袋の中にスライムっぽい何かが入っています。キーボードやリモコンの隙間汚れをスライムが吸着してきれいにしてくれるとのことで、なんだか楽しそう。未知の物体が入っているかもしれないので、恐る恐る開封して中身を覗いてみると、水色のプニプニした物体が、パッケージほど濃い青色ではなく、透明感のある水色です。そしてこちらは隙間汚れがすごい私のキーボード。私が使う前は夫が仕事に使っていて、その頃からずっとお掃除はされていません。掃除しがいのあるキーボードです。パッケージを切り開いてスライムを取り出します。ちょっと固めのスライムで、手にくっつくことはありません。でも、みずみずしさはそこそこあります。
ではキーボードにスライムを貼り付けて、みたいなことをしていますが、この使い方は絶対やってはいけません。なぜならスライムがこのように液体状に変化してしまうからです。そうなることも知らず、しょっぱなからやらかしました。そしてキーボードからスライムが取れなくなりました。キーボードの隙間にスライムがびっしり。ほこりを取り除くはずがスライムを取り除く羽目になりました。でも、結果的に汚れも一緒に取り除かれて、電気周辺がだいぶきれいになりました。そして正解の使い方はこうです。スライムを少しだけ押し付けて、そしてすぐに剥がすを繰り返します。スライムが液状になる前にキーボードから離すのがコツ。そのコツが分かったらなんだか楽しくなってきてしまい、30分ぐらいキーボードの汚れを取り続けていました。そしてその後、さらにコツをつかんで、キーボードの奥の奥にあった汚れまで取り除くことに成功。夫の仕事場、実家なんですけど、そこには猫が2匹いるんですが、今まで堆積したホコリとともに猫の毛も出てきてびっくり。キーボードの奥にはいろんなホコリが潜んでいるようです。取れたホコリはスライムが包み込んでくれて、ちょっと汚いですが、最後はこんな状態に。キーボードはすっきり綺麗になりました。キーボードのお掃除はこれ以外思いつかないというほどキーボードの汚れととっても相性がいいお掃除ジェルクリーナーという名のスライムでした。次に購入したお掃除グッズはお風呂のドアフィルター2枚入り。静電気の力でホコリをキャッチしてくれるフィルターで、帯電加工により通常と比べ3倍もホコリを集めてくれるとのこと。お掃除グッズというよりお掃除しなくてもよくなるグッズです。開封するととっても薄い不織布が2枚と固定用のファスナーテープが10枚ぐらい入っていました。ファスナーテープは小さめですが粘着力はかなりありそうです。でもできれば不織布に直接両面テープがくっつけてあるタイプが良かったかも。そしてこちらが我が家のお風呂のドア。以前からフィルターは設置していたのですが、このフィルター、実は換気扇のフィルターをお風呂のドアサイズにわざわざカットして設置したものなのです。ホコリはちゃんとキャッチしてくれて問題ありませんが、ドアサイズに合わせてハサミでカットする手間がちょっと面倒。でも今回のお風呂のドアフィルターならあらかじめドアサイズにカットしてあるので手間なく設置できます。ファスナーテープをさらに増設して固定力を高めてみました。賃貸なのでマステでの保護は必須です。長さが長かったので少しだけカット。裏表があるのかはよくわかりません。上下の幅はお風呂のドアの通風口にぴったりサイズでした。もう片方のドアにも設置しておきます。この商品全部で2枚2回分しか入っていないので、正直ちょっとコスパが悪いかなと思いました。
予防掃除用のフィルターは他にもトイレの換気扇用がありますが、こちらは貼るタイプ。ファスナータイプは見た目と固定力がいまいちなので、お風呂のドアフィルターも貼るタイプがあればいいなと思いました。次はミニボトル洗い。アクリル繊維で汚れがよく落ちて、L 字にスポンジが付けられているので、ボトルの隅まですっきり洗うことができるというお掃除グッズ。実はこのアイテム、無印良品のそっくりさん。無印だと290円ですが、ダイソーだと100円で購入できます。アクリル繊維はボリュームがあり、柄はステンレスがねじってあって頑丈です。柄の先端はフックに引っ掛けられるようになっている親切設計。試しにボトルを磨いてみました。ステンレスの柄が飲み口にカンカン当たるのが気になりましたが、L 字のアクリルブラシはボトルの底の隅にまでしっかり届きました。これなら今まで洗いにくかった隅っこの汚れもすっきり落とせそう。ボトルの側面にもスポンジがぴったりくっつくので、このブラシ1本でボトル全体を洗うことができます。そして私がこのブラシを購入した理由は、シャンプーボトルを洗うため。シャンプーボトルは中身を詰め替えるときに一度洗うのですが、ボトルの内側は水ですすぐだけなので、あんまり綺麗になった気がしませんでした。でもこのブラシならボトルの内側のどの部分にもスポンジが届くので、ボトルの内部を隅々まで磨くことができます。ボトルがすっきり綺麗になりました。ただ柄が細く若干力が入れづらいのと、やっぱり注ぎ口に柄がカチカチ当たってしまい傷つけてしまいそうなのが気になりました。使い終わった後、バーに引っ掛けて収納しておけるのが良かったです。排水口の奥の汚れ落としやトイレの縁洗いなどにも便利に使えるとのことなので、用途別に何本か揃えておくと家の中が隅々までピカピカになりそうです。次はマイクロファイバーお掃除手袋両手入り。超極細繊維でホコリを吸着、隙間の汚れも指先できれいにお掃除できるという手袋型のマイクロファイバー雑巾のような商品です。ブルーとピンクがありましたが、ピンクを購入しました。もっこもこで、触り心地はふわふわ。拭き掃除はクイックルハンディワイパーで払ったり、フローリングシートを雑巾代わりにして手で拭ったり、使い古したタオルのウエスに重曹を含ませて拭いたりと、いろいろな手段でお掃除していましたが、このお掃除手袋ならそこまで使い分けなくても、これ一つでいろんなところが綺麗にできそうです。手袋のはめ心地は程よくフィットして最高。でも匂いが、石油っぽい匂いがかなり気になります。とりあえず石油臭は無視してテレビに積もったホコリを拭いてみます。手のひらで拭いただけで
魔法のように綺麗になりました。テレビ周りもついでにお掃除。お掃除道具を使ってる感が全くなくて、自分の手と指がそのままお掃除道具になっちゃった。みたいな不思議な感覚です。拭きたい場所を的確に拭いてきれいにできるので、もどかしさゼロ。扇風機や暖房器具の細いワイヤー部分も指でなぞって一本ずつお掃除できるし、狭くてお掃除しづらいパーツも手か指が入れば撫でるだけでさっとお掃除できるのも便利です。隙間やパーツ、デコボコが多くてお掃除が面倒な洗濯機も、この手袋があればスイスイお掃除できて逆に楽しいです。洗濯ドラム上部のこのお掃除がしづらい嫌な隙間も指を差し込んでぐるっと回すだけで、ほこりがススッと取れちゃいます。手袋が汚れたらガム手でほこりを取り除いて、あとは洗濯機でザブザブ洗っちゃえば OK。ちなみに石油臭は洗濯しても取れませんでした。でもこの手袋があればめんどくさい場所のお掃除が劇的に楽に、そして楽しくなるので、いつか石油臭がなくなると信じて使い続けてみようと思いました。そして次はダニよけ用シート3枚入り。殺虫剤不使用で天然植物由来の成分がダニを遠ざけてくれるという人に優しいダニよけシートです。効き目は6ヶ月で結構長め。ダイソーにはいろんなダニよけシートが売られていてどれを買おうかかなり迷いましたが、効果期間があまりに長いものは設置したのを忘れてしまいそうなので、そこそこな効果期間のこの商品にしてみました。パッケージの中身は厚みのある不織布のシートが3枚と日付シールが3ピース、大きくダニ禁止と書かれているのがじわりました。早速使うべく使用開始日と6ヶ月後の日付をシールに記入します。6ヶ月後は冬が終わってもう春かとちょっと切ない気分になりました。シールの粘着力は強めで剥がれてくることはなさそうです。どこに設置すべきか迷いましたが、とりあえずベッドの足側に置いてみました。もっと中央に置いた方が効果があるような気もします。ダニは見えないのでいるのかいないのかわかりませんが、ダニよけシートのおかげで安心感が全然違います。挟むだけで設置が簡単なのも手間がなくて便利でした。6ヶ月後に忘れず交換しようと思います。そして最後はポリエチレン手袋 S サイズ120枚入りと抗菌ポリエチレン手袋 S サイズ80枚入り。ダイソーにあった S サイズのポリ手袋を全部買ってみました。全部といってもこの2種類しかありませんでしたが、果たして私の手のサイズに合うポリ袋かどうか。今までいろいろなポリ手袋を試してきましたが、大きかったり小さすぎたりとなかなか自分と相性のいい商品に出会うことができず、最後にたどり着いたのがダイソーのこのポリ手袋たち。まずはたっぷり120枚入りのスタンダードなポリ手袋から。なんといきなりぴったりサイズでした。こんなことってある？っていうか、なんで最初にこの商品を買わなかったのか。過去の自分にこのポリ手袋をすぐに買えと言いたくなるレベルのぴったり感。
もう一つのポリ手袋も試着してみましたが、こちらは少し大きめ。指も手首も緩めです。並べてみるとこんな感じ。左のポリ手袋が本当にぴったりで感動しました。80枚入りの抗菌ポリエチレン手袋の方はお掃除手袋として消費しようと思います。これからはダイソーの120枚入り S サイズポリ手袋を使っていくと心に決めました。以上、ダイソーで購入した便利お掃除グッズを実際に使いながらご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるようチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、きのっこでした。